Why do I make things complicated? Why do I lose all my control? I keep on letting my こんにちは、IKEA 大好きなサヌです。よろしくお願いします。今回は IKEA の秋の新作を紹介していきます。前半は限定コレクションを中心に紹介して、後半は購入品紹介ととてもおすすめの新商品も紹介します。ぜひ最後までご覧になってください。秋らしい小物がいろいろ出ているので紹介します。ちょっと前の動画でも紹介したホスタジレコレクションからカラーがとっても素敵なキャンドルホルダーが出ていました。ちょっと注意点があって3色展開なのかなと思ったらこちらアソートカラーだそうです。多分オンラインでは注文できないようになっています。で店頭でねちょっと見てみたんですけど、もうブルーはあんまり残ってない印象でしたね。すごい可愛いですよね。このブルーの店舗の在庫をちょっと探ってみてください。夏休みにマレーシアクアラルンプールの IKEA に行ってみたんですけども、やっぱりね透明ばっかり残ってました。横浜の店舗ではちょっとオレンジも残ってました。ここからはハロウィンっぽいグッズ限定コレクションで出たので紹介します。今期は猫とお化けのモチーフでめっちゃ可愛いです。まずはこちら万歳したお化けが可愛いガラスの容器です。この万歳した手がね持ち手になっててすごい可愛かったですね。これ大きさもちょうどいいです。もともと多分在庫数が少なかったのか結構ねすぐ売り切れてる店が多いみたいなので、事前にオンラインで確認してから店舗行くようにしてください。お菓子入れるのにちょうどいいです。この店舗のなんかこの頭上にあったデコレーションがなかなか斬新でしてね、びっくりしました。手がね伸びてましたよ。で次は猫モチーフのこちら真っ黒なオブジェみたいなのがあるんですけど、こちらはキャンドルです。今回のこの限定コレクションパッケージがめっちゃ可愛いんですよね。こんな風に絵柄が入ってます。プレゼントにしても喜ばれそうです。ホームページで見たらデザイナーさんのコメントで、猫好きにはたまらないキャンドルだと思います。火を灯して使ってくれるかは分かりませんがって書いてあって、確かに可愛くて逆に使いづらいかもしれません。でこちらはガラスの容器みたいに見えるんですけども、中は空洞になってまして、こちらは飾りですよね。オブジェみたいな感じだと思います。中にチェーンのライトとか入れても可愛いかなと思いました。森ゆか様の猫カップみたいですよね。ちょっとずっと思ってるんですけど、別に猫だったらハロウィンじゃなくても使えるし良くないですかこれ。であとはすごくハロウィンらしいジャック・オ・ランタン柄の、こちらは照明ですね。電池式のライトになってます。オレンジカラーですし、すごくザ・ハロウィンって感じのデコレーションができそうです。組み立て多分ね大変だと思うので心してご購入ください。一個一個これつけなきゃいけないですよね多分ね。あとはもう一種類出てまして、このお化けモチーフのものも出ています。これもめちゃくちゃ可愛いです。こちらも電池式でなんかツリーとかにね巻きたくなりますよね。で IKEA は他にもいろんなこちら限定じゃなくて定番コーナーにもいろんなチェーンのライトが売ってます。でそう言うてる間にもうクリスマスシーズンに IKEA もなりますから、またねいろいろ増えてくるかなと思います。楽しみです。この猫のモチーフのクッションが出てまして、めっちゃ可愛いんですよ。これね裏が違う柄になってて、これがまた可愛いんですよ。ちょっとね目なんですよね。水玉っぽいんですけど、ちょっとねオレンジが入ってたりしてすごく可愛いなと思います。こちらのお化けのモチーフのもあります。万歳してるのか脅かそうとしてるのかわかんないですけど、このお化けほんと可愛いです。裏はねなんと雲がいます。パッと見ね格子柄っぽく見えるのが実はクモの巣っていうちょっとユニークですよね。ブランケットも出ていまして、こちらは結構質感良かったです。モノトーンですし薄手で使いやすそうだなと思いました。ディスプレイでパンダさんはいろいろな仕事をさせられてるんですけども、マントのように巻かれてましたねブランケット。こちらのねパンダさんはマスクの奥の目がねすごく合いました。ちょっと変わり種でこちらは玄関マットです。
あんまり日本の方はねこう外用の玄関マットってあんまり置かないかなと思うんで馴染みはないかなと思うんですけど、IKEAいろんな柄が売ってます。でお化けの方はちょっと大きさが大きいものとなっています。大きさが猫とお化けは違うのでご注意ください。ほんといろいろあるんですけど、これはね日本には入ってこなかったんですけども、こんないかにもハロウィンなキャンドルホルダーなんかも他国では販売されている国もあります。アメリカとかカナダの IKEA はねすごいたくさんの種類がもっと売っています。あとプレート4枚セットも出ています。白でシンプルなデザインで可愛いです。ただちょっとハロウィンしか使えないお皿っていうのはねちょっと、買いにくいのかなと思いました。そういう意味でこういうラッピングとかカップケーキのケースなんかは消耗品ですので買いやすいのかなと思います。今季はねモノトーンなのがほんと可愛いなと思います。そしてこの椅子にちょんと座っています猫ちゃんのぬいぐるみ、こちらも限定コレクションです。大きさの感じ伝わるといいんですけど結構大きめです。柔らかめでした。ショッピングバッグも出ています。周りの人がもう一目散にこれすごい買っててつられて買っちゃいそうでした。いや確かに可愛いですよね。大きさはミニサイズになっています。チャックなどはついていません。私は去年のハロウィン柄のを購入したので今年は見送ろうかなと思っています、今のところは。でこのバッグコーナーでついでにご紹介なんですけども、全然限定コレクション関係なくこの背負えるバッグあるのご存知ですか？この IKEA のショッピングバッグの頑丈な素材で背負えるタイプがあるんですけど、こちら新しい柄が出てました。モノトーンでおしゃれです。こちら背負えるので自転車で帰る人にもおすすめですし、これ自立するので季節家電扇風機とかの収納にもおすすめだと教えていただきました。はい、というわけで一旦帰宅します。購入品を紹介します。まずはお菓子とフリーザーバッグ、はい、4つ買いました。あとはこちらカップラーメンも買いました。前夏のセールの時に買ってみたんですけど、なんか量がちょうどいいなと思って気に入ってまた買いました。でこちらのお菓子はパッケージがオレンジなのでハロウィンっぽいかなと思って購入しました。多分カロリー爆弾。とろっとしたキャラメルの中にアーモンドが入ってます。はい、やっぱりこのフリーザーバッグ可愛いです。1リットルなのがまた最高ですよね。飛行機の国際線の液体袋にぴったりでございます。また IKEA のはダブルチャックなのが特徴です。より漏れにくくなっております。デザインが可愛いので特に猫好きな方におすすめしたいフリーザーバッグとなっております。こちら割と最近の新商品の IKEA の密閉容器です。6個セットで売っています。ちょっとこのバナナはお菓子のパッケージが可愛かったのでちょっと残してます。これに今回買ったお菓子がぴったりでした。全然入りきってないですけどサイズがぴったりでした。おすすめです。もしお持ちの方いらっしゃいましたら。はい、またお店に戻りまして新商品紹介していきます。こちらはハロウィンではなくって秋のコレクションの方です。すごく立派な紙袋3つセットが販売されています。思ったよりも大きくってしっかりしていました。ワインの瓶とか入りそうですね。で次にキッチンツール系の新商品がたくさん出ているので紹介します。今回はカラーリングが可愛い商品がいくつか出ています。一つ目はちょっと変わった形状したお玉よりもすごい小ぶりなお玉みたいなものが売っていました。面白いですね。今回このシリーズ共通してとてもカラーリングがおしゃれになっています。隣のこのベージュのフライ返しもですね同じシリーズでして、なんかトーンが合ってるじゃないですか。揃えたらね可愛いですよね。こちら先端がすごく薄くなったヘラでした。こう卵をひっくり返すのに良さそうで、どちらも食洗機対応で耐熱温度も220度ととても高い温度まで耐える仕様となっています。お値段もとてもお手頃価格ですよね。もう一個ありました。こちらも一番使いやすそうなポピュラーな調理用スプーンっていうんですかね、深さのある商品となっています。 IKEA の商品はとても頑丈なのが特徴です。ただちょっとねみんなサイズが大きめなので
長さが30センチ以上あります。収納スペースに気をつけてください。以前紹介した商品の続報です。今年買ってよかったものにも挙げさせていただいたお気に入りのこちらの深型のお鍋なんですけども、フォロワーさんが買ってすぐに取っ手のとこがひび割れたって言ってる方がいらっしゃったんですね。私もいつか割れるかなと思って使ってたんですけど、ついに割れました。割れたって言ってもちょっとひびが入ってるみたいな感じですね。今も別に支障がなくので使えていますが、結構ここがなんかドライになってるなって気になってました。この付け根のところがですね。で、他のフォロワーさんも結構乾燥が気になるのでオイルを塗ってるって方がいらっしゃいました。もしこのシリーズを使いの方いらっしゃいましたら、こちら根元にだけでもオイルを塗るのがいいと思います。こびりつきにくさは今も健在ですね、まだ。っていうかまだ購入して3ヶ月しか経ってないんで結構使用頻度は高めではありますが、ちょっとね割れるのは残念です。はい。で、夏休みにマレーシアの IKEA に行きまして、やっぱり普段と違う商品をいろいろ見ることができたので紹介します。こちらは引き出して使える収納になってます。この掃除道具を入れる引き出す収納は今日本では販売してないみたいなんですけども、この左手に使われているパントリー収納は日本でも販売しているみたいです。いやー、こんな商品もあるんですね。面白い。ちょっとね分かりにくいかもしれないんですけど、手前にこうグイーンと引き出てきています。奥行きのある収納って結構使いにくかったりするのでいいですよね。はい。続きましては、私がとてもお気に入りのサイドテーブルビョルコーセンの新色が出ていたので紹介します。こちらねブルーなんですけども、落ち着いたブルーでしてとても素敵でした。この商品はいろんなカラーがこれまでも出ては販売終了していきましたので、ブルーお好みの方はぜひこの機会にゲットしてください。国によって販売しているカラーが違うみたいなんですけども、日本では今ベージュも販売しています。ベージュもすごく可愛いです。結構ね薄めのカラーなんですよね。こんな感じでソファーとも相性がとてもいいです。で、デザインもすっきりしてますし、値段がなんか私が買った時よりもさらに1000円安くなっててすごいですよ、コスパで。私は白を持っています。こう重たいパソコンを置いても安定感があります。ドリンクホルダーにマウスを入れています。高さを3段階に変えることができるのもとても便利です。デスクのサイドテーブルとしても使えるし、こんな風にソファーと合わせて使うこともできます。角度もね変えることができるんですよ。マレーシアではブラックも販売していました。こちらはノートパソコンを傾斜させる台です。ホワイトでメッシュ素材のものが新しく出ました。お手頃価格ですね。メッシュ素材なので放熱性が良さそうですね。こんなシンプルな作りですけども、ノートパソコンってちょっと角度がついた方がタイピングしやすいですし、目線も上がりますしいいですよね。実際に購入されたフォロワー様からとってもいいよというレビューと動画をいただきました。ありがとうございます。こちら MacBook Pro ですかね。サイズ感がぴったりだということでした。この絶妙な傾斜がタイピングしやすいよというコメントをいただきました。ありがとうございます。皆さんはこういう台みたいなのって使われてますか？私は家ではモニターとキーボードそれぞれ別のものを使ってますけども、出先で使うときはこのスタンドを使ってるんですよ。これは Amazon で買ったんですけど、ノートパソコンの裏にこうくっつける粘着テープでくっつけられるスタンドを使ってます。これ結構便利ですよ。ちょっと最初お値段張るなと思ったんですけど、すごいコンパクトですし見た目もおしゃれですしね、おすすめです。玄関収納コーナーにとても素敵な商品が出てました。玄関収納用品だと思うんですけども、グレーと木目の組み合わせがとっても可愛いです。こちらのベンチなんか別に玄関じゃなくても良さそうですよね。すごく収納力のあるベンチって感じです。非常にがっしりとした作りとなっています。あともう一つこのようなハンギングのできるウォールシェルフもありました。シリーズ名がね軽そうなんですよ。いやめっちゃ重そうですけどね。スウェーデン語でどういう意味なのでしょうか。この引き出しの方はすごく大容量となってまして、
ボールとかヘルメットとか入っちゃいそうです。いかがでしょうか。かなり深めの大きい収納となっています。玄関って靴履いたり脱いだりするのに腰掛けたくなるので、ベンチがあるとすごくいいなと思います。はい、次回も新商品の紹介をしたいと思っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。またすぐ次の動画でお会いしましょう。